こんにちは、加藤旅具店です。今回の動画はこれからモンゴルに行く、もしくは行ってみたいと思っている人たちに向けたモンゴルでのお役立ち情報集です。モンゴルの絶景が見たい、ロードトリップ行きたい、そう思っている方は、また別で動画上がってますので、そっちをじっくり楽しんでいただいて、今回の動画ではですね、サクッと役に立つ情報を皆さんに提供します。この動画ではチンギスハーン国際空港から街までの交通手段、それから両替やクレジットカードでの支払いなんかのお金の話、それから現地での SIM カード、ウランバートルのホステル事情、チェックイン前にね思わぬ落とし穴があったのでそれも紹介してます。あとはコンセントとかもお見せしますね。そして、ウランバートルで路線バスに乗ってナラントゥールマーケットへ行く、それから現地でのツアーに参加する方法、郵便局から国際郵便を送る方法、それからウランバートルでのスーパーマーケットの情報なんかも出してます。では順番に早速行ってみましょう。2023年6月時点、ウランバートル市街と空港を結ぶ路線バスはないそうです。廃止になっちゃったんだって。なのでウランバートルに行くには白タクに乗るか、この U バスという会社が出している乗り合いバスに乗る、もしくは貸し切りバスに乗るの3つから選ぶことになります。 U バスを利用する方は到着ロビーを出たらすぐ目の前にあるこちらのカウンターに向かってください。とっても小さい空港なので迷う心配は全然ありません。でこの U バスの情報がなさすぎてちょっと心配だったので、旅具店は事前に、メッセンジャーで連絡を取っています。連絡先この動画の概要欄に貼っとくね。日付、到着予定時刻、それからフライトナンバー、あとどこの、宿泊施設に泊まるのかを事前に告げて、その時間でも、まだ営業しているかどうかを尋ねました。で返信が来て、スタンダードとそれから VIP っていうのがありますと。でスタンダードの方が乗り合いバスで1人3万トゥグルグ、日本円で1300円ぐらいで、 VIP の方は、車貸し切りなんだけど12万トゥグルグ、5500円ぐらいかな。でじゃあスタンダードお願いしますと。でここでもう一回念押しの、到着がね7時過ぎるんですけどまだやってますよねと。でかしこまりました、その時間でも大丈夫ですよという返信が届きました。でじゃあ到着したら当日どうしたらいいですかって、サービスデスクは空港にありますかと聞いたら、さっきの動画に映ってたサービスデスクの方に来てくださいという案内が送られてきました。でこれ実際の当日の映像です。フライトがね遅れて、もうこの時ね午後10時近かったんですけどまだやってましたね。よかった。午後10時近くなっても空港は結構賑やかで、カフェも売店もまだ開いてました。乗り合いバスなのでみんなが集まるまであと20分ぐらい待つということだったので、ちょっと売店を覗いてたんですけど、5分ぐらいでね係の人が呼びに来て、もう行きますよと。ありがとうございます。Thank you so much。なんか知らんけどお客さんは旅具店だけらしいです。ありがとう。バスはかなり快適です。で宿まで送ってくれるんですけど、最後の最後で運転手さん迷子になって、結局宿付近であろう路上で降りることになりました。しかし慌てません。旅具店こういうの慣れてるんです。宿泊施設周辺の地図も印刷してたし、目印になりそうな美術館の名前と、それから大きな銀行の名前も頭に入ってました。っていうのもね、こういうことになっちゃうの初めてじゃないんです。今回もね7時15分到着予定の便だったけど、これが2時間とか3時間遅れて着いて、で空港で SIM 買えなくて、そしたら携帯圏外で言葉もほとんど通じなくて、で宿をチェックインする前に迷子ってなった。これは積むなと思ってて、そういう事態に備えてある程度準備してたのが良かったですね。聞き込みをして無事にチェックインできました。皆さんもこういうこともあるからね、気をつけてね。モンゴルでは田舎も含めてありとあらゆるところでクレジットカード払いができます。
これ砂漠に行く前に立ち寄った小さいグローサリーストアなんだけど、ここでももちろんカードが使えました。これも地方の田舎にあるね、小さい果物屋さんだけど、ここもカード使えます。2023年6月時点で成田空港にはモンゴルの通貨トゥグルグを扱っている両替所がありません。でもどこでもカードで払えちゃうのでパニックにならなくても大丈夫です。とか言ったすぐ後にこんな話するのもなんなんですけど、覚えてますか？私さっき U バスの代金払った時、モンゴルの通貨トゥグルグでね、現金で払ってるんです。なんかね、通信障害だか決済端末の故障だかでね、今クレジットカード使えないんですとか言われて空港にあるね、ATM に、お金を引き出しに行きました。で、特にウランバートルなんですけど ATM がね、どこにでもあります。あとこういうコンビニも、コンビニはね、もう日本とほとんど変わりません。朝も早から夜遅くまでやってるし、24時間空いてるコンビニもいっぱいあるんです。で、こういうところで簡単に現地通貨引き出せちゃうので、両替所に行ってわざわざ両替するよりも、こういう街の中にある ATM と、あとクレジットカードのキャッシング機能を使って現地通貨を出すのがいいと思います。便利ですよ。あとね、どっかでアメリカドルが使えるって話も聞いたんですけど、ホテルとかでギリ使えるっていうぐらいで全然一般的ではなかったですね。ちなみにこれがモンゴルの通貨トゥグルグです。これで全部じゃないんだけど、柄似すぎってなってあと数もめちゃくちゃでかいし、あとね、色とかもなんだかこうそっくりで、慣れるまでは非常に使いにくいです。モンゴルのメジャーな通信事業者にはモビコムとユニテルというのがあります。どっちもチンギスハン国際空港の到着ロビーに小さな支店があるので、ここで SIM カード買えばすぐネット環境につなげられます。ただね、営業時間がちょっとよく分かんなくて、旅具店が着いた時にはこのどっちもお店閉まってたので、私はね、別途ウランバートルの街に着いてから SIM を買いに行く羽目になりました。で、さらにタイミングが悪くて、旅具店が SIM 買いたかったのはね、日曜日だったんですよ。で、ホステルのオーナーに日曜でもどっか買えるかなって聞いたら、飲みんデパート行ってごらんって言われて、で、デパートに SIM を見に行きました。モビコムかユニテルの SIM を買いたかったんだけど、モビコムはなんかこれどっかに移転しちゃったっぽかったですね。で、ユニテルはブースに人が誰もいなくて、で、唯一ブースに人がいたスカイテルでね、結局 SIM を買うんですよ。なんかへんてこでね、昼10ギガ夜10ギガの合わせて20ギガ30日間でみたいなプランなんだけど、よくわかんなくて、とりあえずつながったのと SIM 代とそのデータ代で350円ぐらいだったから、いいかと。結論言うと、街の中だったらスカイテルも全然問題なかったんですけど、旅具店ね、この日の次の日から田舎にロードトリップに出かけるんですけど、一歩ウランバートルから出たらね、何にも電波入りませんでした。で、モンゴル人のドライバーさんを雇ってロードトリップ行ったんだけど、その人はね、わりかし砂漠の真ん中とかでも電波入ってて、で、どうしてるのって聞いたら、モビコムとユニテルをデュアルシムで2枚使ってるって言ってた。で、結局ロードトリップから1回帰ってきたタイミングで旅具店もね、もう1回モビコムの SIM を買い直しました。っていうのも、その後もね、まだボランティアとかで田舎の方に行く予定があったから、でもね、結果それが良かったです。やっぱスカイテルじゃ田舎は全然電波入んないわ。で、モビコムの方は 30GB を買って、新しい SIM 代とこのデータ代で1600円ぐらいだったかな。で、SIM カードを買うときは毎回パスポートが必要になります。皆さん忘れずに持ってってね。ウランバートルの安いホステルはこういう集合住宅の中に入ってることが結構あって、入り口がね、めっちゃ分かりにくいです。残念ながら中もね、そんなに広くないな。旅具店は2軒安いホステルに泊まったんだけど、でもどっちもすごい綺麗に掃除されてました。値段は1泊だいたい一番安いので1200円から1500円ぐらいかな。
キッチンがついてるホステルを予約すると、ちょっとした自炊ができるのでいろいろと節約できます。あとね、コンセントなんだけど、ガイドブックによってはね、タイプなんちゃらだとかどうしたこうしたってなってんだけど、もうほぼすべてのホステルもコンビニで充電できるところも、なんならね、ゲルで太陽光で発電している遊牧民のゲルの中も全部このユニバーサルデザインのコンセントでした。日本人ね、見慣れない A タイプじゃないやつだとね、面食らっちゃって変換アダプターとか使いがちなんだけど、このタイプはね、普通にはいって刺さりますからこれもね、覚えておくと便利です。補足なんだけど、これ右側はね刺さらないんだけど、左側は普通に日本の A タイプ使えるやつです。あとこれ面食らっちゃったんだけど、ホステルのドアがオートロックなのね。まだここのホステルはほら何番押してくださいって書いてあるから、その番号を押してピンポーンってしてチェックインすればいいんだけど、もう一軒の方なんか何にもドアに書いてなくて、チェックインしたくても何番押せばフロントにつながるんだか全然わかんないの。安宿取るときはチェックイン方法を聞いといた方がいいかもね、事前に。ウランバートル市内を移動するんだったらバスも結構使えます。ただね、渋滞がとんでもないから、朝の時間と夕方の帰宅ラッシュの時間は乗んない方がいい。車内アナウンスとかがないからちょっとハードル高いんだけど、乗ってみたら面白いので乗り方教えます。びっくりしちゃったんだけど、モンゴルの路線バスって今キャッシュじゃ乗れなくて、ユーマネーっていうね、バスカードみたいなのをね買わないといけないんですよ。でバスカードはこのマークがねついてるお店であればどこでも買えます。なんかね、ちょっと大きめのバス停のすぐ横にこういうキオスクみたいなのが立ってて、ここでも買えるし、コンビニとか割とねどこでも買えます。 Hi, how are you? Do you have a bus card? Can I have a one? 最初にカード買うときはカード本体のお金と、あとチャージしたい金額をね合わせて払います。運賃は一律500トゥグルグ、日本円にしたら20円ちょっとか、超安いの。Bus card. でバスカード本体が3600トゥグルグかな、だから170円ぐらいか。バスの乗り方はね、もう日本と全く一緒。ドアの出入り口のところにちっちゃいタッチパネルがあるから、そのカードピッてするだけ。私なんか乗るときにピー、降りるときにピーって教わったんだけど、みんなを見てるとね、どっちか1回しかピーしてないと思うんだよな。あとこれは教えてもらった話なんだけど、最後にピーしてから30分以内に次のバスに乗ってピーってすると、それなんかね1回分に見なされて追加料金はかかんないらしい。このカード使い切っちゃってもチャージができます。チャージも同じ、この U マネーの、サインが出てるお店であればどこでもチャージができます。Sandana, could you please charge this one? Thank you, ありがとう、バイバイ。ナラントゥールってめっちゃでっかい市場で面白いんだけど、街の中心からちょっと外れたところにあるから、今見た路線バスのテクニックを使って遊びに行ってください。どのバスに乗ればいいかは自分が泊まってるね、宿のオーナーさんに聞くのが一番早くて確実だと思います。パチモノのブランド品とかゲルとか、あとバグ、馬につける道具ね。他にも日用雑貨、石鹸とかさ、ザルとか鍋とか、何でも売ってるんだけど、私はこのもう布のセクション超楽しかった。もうどこまで行ってもね、布なんか中綿入ってるやつとかツヤツヤのやつとか、もうほんとめっちゃ何万種類もあったと思う。ただね、このマ
マーケットスリが多いことでとっても有名だから、行くんだったらみんな貴重品取られないように気をつけてね。おー、これはゲルの外側に使う紐だね。買いたいものがあるわけじゃないんだけど、行ってみたらなんだか面白いナラントゥールでした。舞台はまたホステルに戻ります。各ホステルの共用スペースにはね、こういうインフォメーションボードがあるんです。で、ツアーの詳細がね、細かく書いてあるので、例えばこれだったら6月2日から4泊5日で、こういうとこ行くよーと。で、次が大事なのよ。参加者が3人までだったら1日1人80ドルなのね。でも5人集まれば1日1人60ドルでいいの。だからツアーの内容見て、値段見て、で、例えばあと1人いたら安くなるなとかなったら、同じ部屋の子にねえねえツアー行かないって誘ってみたりとか、逆に自分が参加者が多いツアーの方に乗り換えたりもできるの。で、このツアーに行きたいってなったら、ホステルのオーナーに声かけてお金払えば、もう当日ね、ドライバーさんがホステルまで迎えに来てくれるから、超簡単。ここにね、必要なことは全部書いてあるからよく読んでね。これだったら例えば交通費と宿とご飯と、それから高速道路代、あとナショナルパークのエントリーフィーもこれに含まれてると。でも自分のトイレットペーパーと、あとおやつと、飲み水は持参してくださいってなってるよね。いろんな内容でいろんな日程のツアーが出てます。で、隣のホステルとか見に行って掲示板見て、そっちの方が良かったらそれに名前書いてお金払うっていうのも多分できるから、こういうツアー組まなくても自分で回れたらだいぶ節約できるんじゃないのって思う人ね、いっぱいいるかもしれないんですけど、モンゴルね、一筋縄じゃいかないんですよ。ロードトリップって最初はこういう風に舗装された道走ってるんだけど、こういう道って本当に大きいね、都市と都市の間にしかなくて、我々が行きたいような遺跡とか砂漠ってあんなアスファルトの道じゃなくて、もうすぐね、こういう荒野っていうのかな、そこに伸びてる轍を追っていくっていう感じになるんだよね。で、これ轍だから普通の道じゃないからナビがね、使えないのよ。で、こんな風に無数に伸びてる轍の中から一本選んで、これじゃないかなみたいなのをずっと追っていくんだけど、もうね、もちろんドライバーさんも結構頻繁に迷子になるわけで、迷子になっちゃったらどうするかって言ったら、遊牧民の人とかにあっち行きたいんですけど、こっち行きたいんですけどってこう聞きに回ったりとか、あと近くを通ってる他のツアーの車止めて情報交換したりとか。だからある程度の土地勘とモンゴル語ができないとね、一人旅はね、ほぼ無理。旅具店、自分が行った国からね、友達にハガキを出すのが好きです。なんでモンゴルの大きい郵便局に行ってみようと思います。エアコン効いてるし、すごい綺麗ですね。で、整理番号を取らなきゃいけなかったんですけど、モンゴル語オンリーで読めなくてね、もたもたしてたら近くにいた方が手伝ってくださって、無事番号をゲットしました。で、呼ばれたとこです。ほれ。で、無事に切ってゲットしました。さすが、ここでもチンギス・ハーンです。こんにちは。3000トゥグルグだから、日本まで150円かかんないぐらいですよね。他にもいろんな変わった柄の切手売ってて、こういうの好きな人は見るの楽しいですよね。私結構好きなんだな。で、国際メールは国際メール用のポストに入れてくださいって言われたんだけど、それがどこにもなくて、もうかなり行ったり来たりして、で結局カウンターでもう一回聞くんだけど、まさかのね、
これがねポストなんだって。ただのオブジェだと思ってたよ。ここに投函しました。いってらっしゃい。ほい。訪問した国で現地のスーパーに行くってとっても面白いんです。ちょっと行ってみよう。なんかね、地上部分は洋服とかがいっぱい売ってて、雰囲気としてはなんかイトーヨーカドーみたいな感じかな。地下が食品街なのもなんか日本っぽいよね。同じだね。モンゴルはね、お肉はたくさん取れるんだけど、農作物のほとんどが輸入物です。だからね、結構いい値段するの。野菜果物に関しては日本と値段変わんないかそれ以上だよね。意外と日本のお醤油も売ってるし、お茶のコーナーめっちゃ充実してた。そういえばモンゴルの人ってなんか暑い日でもよくあったかいお茶飲んでるな。お魚はさすが内陸の国って感じ。あとお肉コーナーやっぱモンゴルだよね。大胆というか、いや迫力あるっつうか、いいね。いやお肉の種類が豊富だこと、こういうの見るとやっぱ海外来たなって実感しますよね。あ、これは SIM カードの時にもちょっと紹介したノミンデパートに入ってるグローサリーショップで撮った動画です。キットカットとかね、アルフォートとか、なんか日本人に馴染みのあるお菓子もねいっぱい売ってます。ここはいわゆる高級スーパーなんだけど、世界各国のビールはもちろんワインとかもすごい品揃えだったし、なんか経済成長してんだろうなっていう活気をねスーパーから感じました。さてさて、モンゴルのこと、ウランバートルのこと結構分かったんじゃないですか。これからモンゴルに行く方、ぜひ楽しんできてください。旅具店の、田舎の方へね遊びに行ったロードトリップの動画もたくさん上がってますので、そっちはねもう絶景目白押しです。そっちもぜひチェックしてね。動画最後まで見てくれてどうもありがとう。次の動画でまたお会いしましょう。Have a good day! バイバイ。決めポーズしてくれるんだ。これお母さんの？モンゴルのロードトリップ中に見た景色は旅具店が生涯忘れられない景色になりました。あったかい人たち、優しい遊牧民、それから美味しい食事、それからもう目が飛び出ちゃうようなすごい景色。もうなんて幸せな30日間だったことでしょう。ロードトリップの様子をまとめた動画もたくさんアップロードされてます。ぜひお楽しみください。ありがとう。